皆さんこんにちは。フランス在住の親指プチコです。今日はスーパーでの買い出しと1日の食事 Vlog をお届けします。朝食はタルティーヌを食べることにしました。バゲットにジャムを塗ったり好きな具材を乗せたもの全般をフランスではタルティーヌと呼びます。バゲットは前日に買って少し硬くなっていたので軽くトーストすることにしました。パンが焼けるのを待っている間にビタミン補給。毎朝犬にフルーツを少し分けてあげるのが日課です。バナナほど好きじゃないけど一応みかんでも喜ぶ犬。パンが焼けたのでバターを塗っていきます。フランスでも無塩バターと有塩バターがありますが、うちは無塩バター派。ジャムは4種のベリーが混ざったものです。フランスの朝食は甘いものが定番ですが、私は休みの日は気分によって甘いものを食べたり、朝からラーメンなんていう日もたまにあります。平日はバタバタしているので、朝はバナナ、ヨーグルトと甘い系のパンを食べます。休みの日の朝はぼーっと YouTube を見ながらゆっくり朝食を食べられるのが幸せです。我が家の定番チョコレート入りのギリシャヨーグルトも食べました。犬もご飯タイム。最近手術をしたので毛が一部刈られて寒そうな犬。もちろんコーヒータイムも忘れていません。最近購入したお気に入りのカップでゆっくりコーヒーをいただきます。彼は最近豆から入れるコーヒーマシンが欲しいらしく、私を説得しようと力説しています。何かおすすめのマシンがあればぜひ教えてください。スーパーに来ました。撮影したのはイースター前だったので、復活祭用のチョコレートが所狭しと並んでいました。こちら大サイズのうさぎ、中小サイズもありました。弁当を作るのが面倒な時はこのレトルトのお弁当にお世話になっています。こちらはフルーツジュースコーナー。うちは王道のオレンジジュース。夜のお供のデカフェも忘れずに。フランスの野菜フルーツは量り売りが主流です。好きな量を袋に入れて機械で測ってバーコード付きのシールを印刷します。機械の反応が遅くて2回押す始末。スーパーで毎日焼かれて売られているパンたち。ヨーグルトコーナーも充実しています。デザート類も豊富です。お手軽な冷凍ピザも購入。今回購入したのはお弁当用のレトルト2種。
人参、詰め替え用ハンドソープ、ポケットティッシュ、バナナ、朝食用パン、冷凍ピザ、犬の餌、レトルトのお米、デザート2種、デカフェ、パプリカ、チョコ入りヨーグルト、オレンジジュース。全部で63ユーロほどでした。昼食はこれまた別のスーパーで買った魚介のグラタンと冷凍のナゲット。グラタンは彼と半分こして食べました。黄色いのはサフラン入りのソースです。こういう出来合いのグラタンを買ったのは初めてでしたが、予想以上にとっても美味でした。エビは飾りの2つだけかと思ったら中にもしっかり入っていてプリプリで大満足。白身魚とじゃがいもも入っていて食べ応えも抜群。リピート決定。ちなみに左手の甲の黒いマークはこの引いていたワインの催しの入場の際に押されたハンコです。あざではないのでご心配なく。さて夜ご飯の時間になりました。ワインを一杯いただきながら夜ご飯を作ります。夜はさて何を作っているでしょう。フランスの人参は日本のものに比べると細くて小さいものが多いです。人参の中心部が異常に硬くて変な切り方になってしまいました。ピーマンやナス、キュウリは日本のものよりかなり大きいのになぜ人参は小さいのか。私専用のアジア食材のストック棚から取り出したのはブルダック麺。彼が仕事でいなかったのでそういう時はアジア飯一択。なぜいつも何かしらやらかしてしまうのか。一種の才能とさえ思える私の不器用っぷり。体に悪いと分かっていてもたまに食べたくなってしまうインスタント麺。麺が茹で上がったので湯切りします。辛いので少しマイルドにするために牛乳を入れます。ブルダックの他の種類は辛すぎるのでもっぱらこのカルボナーラ味が私の定番です。辛いソースは様子を見ながらいつもだいたい半分くらい入れます。初めて食べた時はこんなに辛いのを知らなくてソースを全部入れたんですが辛すぎて苦戦した記憶があります。箸をぶっ飛ばしながらいただきます。鍋のまま食べるのがまた美味しさ倍増。フランスではあまり辛いものを食べる機会がないのでブルダックは定期的に食べたくなります。辛いものを食べると必ず鼻水が出てくるのはなぜでしょう。犬は横で見守りたい。デザートはチョコプリン。濃厚で美味しかったです。この時手術をして間もなく傷跡が痛々しい犬。今は糸も取れて元気なのでご心配なく。
食欲も戻って安心。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント気軽によろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。